皆さんこんにちは、ゆるいざ IT チャンネルです。それでは今回は SQL インジェクションについて解説していきたいと思います。SQL とか SQL インジェクションとか聞くと、なんか難しそうだなって思う方もいると思うんですけど、概要を理解できるとそこまで難しいものではないんで、よければ最後までお付き合いください。今回使用する環境はいつもと同じものを使用します。早速なんですけど、SQL とはっていうことで、データベース管理システムっていう DB 内に保管されているデータを管理しているシステムがあるんですけど、簡単に言うとそのシステムにデータを追加したり、呼び出したりして操作するための言語になりますね。データベース管理システムとか言うとちょっと難しく聞こえるんですけど、要するに DB とかデータベースとか DB サーバーとか呼ばれているものですね。データベースで管理するデータなんですけど、例えばショッピングサイトだと商品情報が入っていたり、銀行であれば顧客情報が入ってたりっていう感じで、大量の情報なんかを管理するために役立つツールみたいなイメージのものになりますね。一般的には Web サーバーから DB サーバーに連携して指定された情報を DB サーバーから Web サーバーに返答するみたいな使い方をしたりするんですけど、そういった場合にデータベース内で管理しているデータを追加したり、あとは呼び出したりするときに使うのが SQL ですよと。よく用いられる SQL 文の代表的なものなんですけど、例えばセレクト文であればデータの読み取りですね。インサートであればデータの追加、アップデートであればデータの更新、デリートであればデータの削除っていう感じで、データベースを操作するときに使う構文みたいなものがこんな感じで用途ごとに分かれてますよと。例えばですね、特定のユーザーアカウントをセレクト文で読み込む場合はこんなような感じになるんですよね。セレクト文にユーザー ID とパスワードを指定することで、そのユーザー ID とパスワードに紐づくアカウント情報がデータベースから返ってきますよと。初見だと構文自体はややこしい感じもするんですけど、内容を見てみるとそこまで難しくないかなっていうところですね。この SQL っていうのを踏まえた上で、じゃあ SQL インジェクションは何ですかっていうところなんですけど、簡単に説明すると、意図しない SQL 文を書くことによって DB 内の情報を抜き出す攻撃方法のことを SQL インジェクションって言いますね。想定外の命令文を実行することで、データベースを混乱させて、そのどさくさに紛れて、情報を抜き出すっていうような、そんなようなイメージのものになってますね。SQL インジェクションでの動作を確認するにあたって DVWA っていうツールを使うんですけど、これは何かというと SQL インジェクションでの攻撃方法とか、あとは脆弱性の仕組みを学習できるオープンソースのツールになってますね。このツールを使うことでお手軽に体験することができますよと。難易度の設定が可能で、ロー、ミドル、ハイの3段階っていう形になってますね。とりあえずまずはセキュリティレベルローで試してみましょうか。セキュリティインジェクションのメニューのビューヘルプっていうのを見ると、ローレベルで達成するお題が書いてありますよと。で、中身はですね、PHP スクリプト内の ID 変数は SQL インジェクションに対して脆弱です。データベースには5人のユーザー情報があり、ID は1から5まであります。あなたの使命はパスワードを盗むことです。こんなようなことが書いてあるんですよね。要するにアカウントが5つあるんで、そのパスワードを盗みなさいよと。そういうお題ですね。でまずはですね、ID1 から5まで打ってみて、どんなアカウントがあるのかっていうのを見てみましょうか。ID を打つと結果が返ってくるんですけど、結果としてはアドミンとかゴードンとか4桁の数字とかパブロとか、そんなようなユーザー情報があるのが確認できますね。次に同じようにユーザー情報を取得するんですけど、空欄に A イコール A って入れてみると、こんな感じで ID を入れてないんですけど、全ユーザーの情報が返ってくるんですよね。これなんでかっていうと、ちょっとややこしい話は省くんですけど、この A イコール A って指定することで、無条件で命令文が成立するっていう状態になっちゃってますよと。今はセキュリティレベルローで実行すると、このアカウントが返ってくる状態になっちゃってたんですけど、これをですね、セキュリティレベルハイにして実行してみると、今度は出力されなくなりますよと。これでセキュリティレベルローであった脆弱性が修正されたことで、同じように A イコール A って言っても、その脆弱性はもう修正されちゃってるんで、その命令文自体が無効になっちゃうんで、返答はありませんよと。ちょっと話はそれちゃったんですけど、いきなりパスワード情報の盗め SQL 文をぶっ込んじゃうとわけわかんなくなっちゃうんで、まずはターゲットとする DB の情報収集からやっていきましょうか。それが完了したら最後にパスワードを盗むっていう、そういった流れですね。まずは DB のバージョン情報ですね。セレクト文でバージョンで指定すると、バージョンが返ってきますよと。次はサーバーのホスト名と DB 名ですね。で、セレクト文でホストネームとあとはデータベースですね。これを指定すると、ホスト名と DB 名が返ってきますよと。さらにセレクト文でユーザーを指定すると、ユーザー名ですね。ルートっていうユーザー名がありますよと。次はですね、DB のテーブル情報を取得していきましょう。テーブルっていうのはデータベースに登録されている種類ごとの単位をテーブルって呼ぶんですけど、最初の方に例えで出した商品情報とか顧客情報とか、あれをテーブルって呼んだりするんですよね。もう少しわかりやすく言うと、データベースのテーブルって Excel で例えられることが多いんですけど、Excel ってブックとかシートとかあるじゃないですか。シートがテーブルっていうイメージですね。最初のシートには商品情報が書いてありますよとか、次のシートにはユーザー情報が書いてありますよとか、そんなようなイメージですかね。テーブル取得するセレクト文はちょっとややこしいんですけど、こんな感じでテーブル名と、あとはその DB を指定してあげると、テーブル情報が取得できますよと。ここではゲストブックってやつと、あとはユーザーズっていうテーブルがありましたよと。
で、次やることがテーブルのカラム情報を引っ張ってくるんですけど、カラムっていうのはまた Excel の例えになっちゃうんですけど、アパレル系の在庫管理のデータベースがあったとすると、その中の情報って商品名とか、あとは服のサイズとか、あとは値段と在庫数と、あと服の特徴とか、いろんな情報が載ってると思うんですよね。この縦列ですね。このそれぞれの項目があると思うんですけど、これをカラムって呼びますよと。このカラムの情報を参照するためには、セレクト文でテーブル名と、あとは DB 名ですね。それを指定することでテーブル名と、あとはカラムの情報が返ってきますよと。こんな感じでずらずらと、その参照結果が返ってくるんですけど、その中にさっき見たユーザーズっていうテーブルにパスワードっていうカラムがあるんですけど、おそらくここにパスワードの情報が入ってるっていうのが推察できますよと。これでパスワードの情報がデータベース上のどこにあるのかっていうのを確認できたんで、あとはカラム全体の情報を抜き出せば、パスワード情報を取得できますよと。セレクト文でテーブル名ユーザーで、あとはパスワードって指定することで、カラム全体の情報を引っ張ってこれますよと。結果を見ると、最初に見たユーザー ID1 から5までの、パスワード情報が返ってきてますね。見てわかる通り、パスワードは今これ MD5 で暗号化されている状態なんで、最後にこれを解析して完了ですよと。MD5 自体は古い暗号化方式なんで、今使われてるっていうことはほとんどないと思うんですけど、暗号化解読用のツールは仮 Linux にもあるんですけど、MD5 ぐらいであればフリーのウェブサイトがあるんで、今回はそっち使っちゃいましょうか。ネットに繋がってないんであれば、オフラインで使用できるジョンザリッパーとかハッシュキャットとか、ワードリストを使用したクラッキングツールもあるんで、そっち使ってもらっても大丈夫ですね。今回の動画で見てもらったのが SQL インジェクションの一連の流れになりますね。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別な動画でお会いしましょう。